小6のクリスマスの時に、サンタさんに、歌ってみたスターターセットが欲しい、歌ってみたセットが欲しいですって言ったの。そしたら、小6のクリスマスの朝に、クリスマスツリーの元に駆け寄ったら、本当に、でっかい箱で、歌ってみたスターターセットが置いてあったの。もうそれがもう本当にその時嬉しくて、もう一番その時の自分の夢が歌い手になりたいってことだったから、やったーこれで夢が叶うって言って本当に飛び跳ねてた時のことをめっちゃ、この時期はね、めっちゃ思い出すの。でもちょっとね、なんか悲しいんだよね。悲しいというかなんか切ないんだよね。その時はめっちゃ嬉しかったんだけど、で、今も嬉しいよ。でもなんかもう小6なんて自分の中では結構最近のことだと思ってたんだけど、まあ私もなんか若造だけど言うても、小6だからもう9年前とか、9年も経っちゃったんだ、あの時からみたいな感じで。なんかこう、この中でいろいろありすぎるぐらいあったなっていうか、なんかこんなに自分ってまだまだ子供だと思ってたのにもうなんかそんな経っちゃったんだっていう、なんかこういうちょっと切ない気持ちがあって、そう。まあ今はさ、サンタさんが来るかって言われたらさ、違う形だからさ、いわゆるこう、その小6じゃないからさ、自分は。だからそれがちょっとなんか切ないなって、ちょっと思うんだよね。そう、そのスターターセットはね、結構長く使ったんだよね。なんならね、高3ぐらいまで使ってて、高3、長くない小6、なんか、小6の時録音の仕方がわかんなくて、うまくは使えてないんだけど、本格的に使い始めたのは中2。で、14歳の中2で、だから、3年って言っても、12歳の時にもらったから、5年とか6年とかぐらいはずっと使ってて、なかなかないよ。しかも、スタってみたスターターセットだよ。高い機材を使うとかではないんだよ。そう、デビューが私2020年の10月23なんで、だから、あれだよね。全然デビュー直前まで歌ってみた作品は使ってたよね。収録マイクはスタジオマイクなんですけど、歌ってみたマイクとしては、ずっと使ってて。で、なんなら、マイクだけ最初取り替えて、2021年に入っても、インターフェースだけは使ってた。なんか、インターフェースだけはずっと使ってて、なんかこう、まあ、おすすめが分かんなかったっていうのと、他の機材が分かんなかったっていうのと、まあ、弊害がないならこれでいいじゃんって。まあ、音はまあ、いいかって言われたら、もっといいのがあるんだけど、まあいいじゃんと思って、で、そのままずっと使ってたんだよね。そう。サンタさんが、本当に正真正銘サンタさんが歌い手にしてくれたっていう。大事な時期ですよ、一応私にとっては。そう、だからこそちょっと切ないんですよ。そんなに時が経ったのかということにね。そう、だから私のうちは毎年サンタさんが来て、で私は、こう、やっぱサンタさんに何を願うかっていうのはちゃんと決めて、で、決めて、うちの小さきクリスマスツリーに自分で願った欲しいものを紙に書いて、ツリーの下とかツリーに貼るっていうことをしないとサンタさんが来ないっていう伝統だったの。そう、それで私は毎年、なんかこう、これがサンタさんへ〇〇が欲しいです。アドよりみたいなことを書いてもらってるってスタイルで、で、小3の時は、なんか、Wii の、なんかポケモンとかをもらって、なんか小5の時はまた違うのをもらって、みたいな感じで、毎年もらってたの。で、そう、小4の時、思い出すとなんか小4の時が結構なんか、印象的だったんだけど、なんか、また、クリスマスが近づくってなって、やっぱ当時、クラスではもう、クリスマス何もらうって話になった時に、私は、あれ欲しい、洋服買ってもらおうかなとか、いや、俺はやっぱあのゲーム欲しいな、みたいな感じで、こうやっぱクリスマスの話になるわけよ。で、冬休み旅行行くんだ、みたいな話で、冬モードで盛り上がってる中、まあ私もなんか、確かにそろそろ決めないとな、何を買ってもらおうかなと思って、
構悩んでたの。結構悩んでて、まあ去年は Wii のポケモン買ってもらったから、今年はなんだろうな、みたいな感じで思ってたら、なんか、冬だかなんだかわかんないけど、同時進行で、なんかこう、クリスマスシーズンと同時期に、動物の森が発売されたの。3DS のね。そう、私は 3DS の世代で、3DS をもう今でいうスマホみたいな感覚でみんな持ってたから、なんか、新しいソフトが出たんだと思って、3DS のソフトとして認知はしてたんだけど、今まで 3DS じゃない、動物の森はやったことがなかったわけよ。なんか動物の森っていうのは知ってたけど、なんか、のんびりしたゲームなんでしょ？なんかマリオみたいに激しいわけじゃないんでしょ？みたいな風に思ってて、正直最初はあまり興味を示さなかったの。でも、だんだん、クラスの話題が動物の森になってくの。だんだん、いや、マジで飛び森面白いわ、飛び森って言ってよ。略し方が、飛び出せ動物の森ってタイトルで、飛び森って呼んでたの。飛び森、マジで楽しいみたいな。飛び森でさ、私さ、この住人が来たんだよねみたいな。住民とはって思って。まずなんか知らない単語が聞こえるから、住民とはって思って。私、フランスワが来たよ。フランスワとは。私、なんとかが来たよ。誰それみたいな風に、なんかこう、話を聞いてて、で、隣の席の子とかも、いや、俺のなんか住民引っ越しちゃったんだよね、みたいな。引っ越すとはみたいな。引っ越すって制度あるの？そんななんか、どうしよう、なんか家賃滞納制とか、なんかそういう、家賃滞納で引っ越したとかそういう感じなのかなって、なんか思ったりして。で、まあ、なんかもういろいろ話を聞いていくうちに、なんか、うち博物館がやっとできたんだよ、みたいな。博物館作るタイプじゃないか。あれだ、なんか、服屋ができて、デパートができたんだよ、とか。うちはね、家を改装して地下室を作った。何それみたいな感じになってって。南の島が、ね、南の島に行って、虫をたくさん捕まえて、もう10万ベルぐらい稼いだ。どういう世界線ってなって。なんかだんだんなんか、もう、最初は、なんかこう、なんか流行ってるんでしょ？なんかまあ知ってはいるけど、まあ私はやんないかなみたいな感じで逆張りしてたの。で、だんだんやっぱそういう謎の知らん単語が飛び交う教室にいると、だんだんなんか、こう、なんか気になるなってなってきて、なんかこう、どんどん、ってなって、逆張りが、普通に羨ましい。逆張り自体がそもそももう羨ましいっていう感情に反骨してるだけなんだけど、根本的にはね。まあなんかもうだんだんちょっと素直になってきて、私もちょっと欲しいかもって思ってきて、で、そんな風になってる中にとどめがもう、あれだよね、友達の家に行った時に触らせてもらった初めての飛び出せ動物の森。そう、友達の飛び出せ動物の森を一回触らせてもらったの。こういうゲームだよって言って、見せてもらったの。うわぁ、これが本物と思って、それで、まずは村を歩いてみようかなって言って歩くんだけど、歩くだけでもなんか、楽しいかもって思って。で、住人とかが歩いてて、住民だと思って、この子話しかけられるのかなと思って話しかけたら、こんにちは、ママちゃんみたいな感じで話しかけたら帰ってきて、うわ、すごいなんか可愛い子が返事してくれたみたいな感じになって。で、なんかいろんな工業事業ができたりとか、黒いバラに金のじょうろで水を与えたら金のバラになってみたいなのとか、環境レベルがマックスになるとスズランが生えてレアとか、なんか南の島に行ってみたいな、面白いこれ欲しいってなって、いつもこれ欲しいってなって、もうこのカセット奪えないかなとかって考えたりして、やばい、それは倫理に反すると思いながら、もう、完全に逆張りだったのが、もう、完全欲しいモードになっちゃったの。だから私はもう、決めたぞ。私のクリスマスプレゼント。飛び森って言って、もうすぐママに言わなきゃって言って、で、ママに、そう、プレゼント決まったら、まず、ママに言ってって言われたの。親に言って、紙に書いてって言われたの。で、それで、ママ、私決めたよ、クリスマスプレゼント。私ね、
飛び出せ動物の森、飛び森が欲しいねって言ったの。いや、もうこれ確定で、これサンタさん来れば私そんなそこ悪くないしと思って、それで、いや、楽しみだなと思ってたら、母親が、アドちゃん、飛び森もいいと思うんだけど、なんか、一応他のも考えてみないって言われたの。なんでって。なんでなのって思ったの。一応って何って。一応で考えてもいいけど、でも私は飛び森が一番欲しいんだよって言うんだけど、なんかでもなんか、サンタさんもこの時期忙しいと思うから、やっぱりね、こう、なんか違う、プレゼントも考えてみてくれないかなって言われたの。違うものって言ってもなんか同じじゃない結局はみたいな感じでなったの。ってなって、で、私はどうせ、第一希望を貫けなければ、第二希望が繰り上がって、それが第一希望となって、クリスマスプレゼントとして届いてしまうっていうことは、小学生の中で察していたの。だから、一応で言ったことは、通されてしまうって思ったから、やばい絶対に言えないと思って、なんか、ちょっと欲しいぐらいのものは言っちゃいけないと思って、言わないで、考えるけど、でも私飛び森が欲しいよって言ったの。で一回もそう、だから、もう、一回、そう、もう一回引き下がったの。で、また、来る日、次の日とかに、次の日とかその次の日とかに、私ね、やっぱなんか、飛び森が一番欲しいな、結局。やっぱさ、すごい楽しいんだよね。ほら CM、めっちゃ楽しそうじゃない？私も欲しいなって言ったら、でもね、別のものって何ってなって。なんか別のもの要求してくんなって思って、なんかママに言ってもダメだなと思って、じゃあママがダメだったら、じゃあパパに行ってみようと思って、夜、パピに行ってみたの。パパさ、私さ、なんかママには結構なんか言われるんだけどさ、私、飛び森欲しいんだよね、飛び森。巷で噂の飛び森。私もね、飛び森欲しいんだよって言ったの。そう。で、パパは、なんかママより力があると思ってたので、なんでかっていうと、なんかこう、去年のプレゼントを去年のクリスマスプレゼントをもらうってなった時に、私は一回、ポケモンにすごいハマってたから、ポケモンの EV が喋る人形が欲しいってサンタさんにお願いしたの。そしたら、紙に書いて貼ってたら、ある日、パパに呼び出されて、何パパって言ったら、じゃあこれ見てって言ってスマホを見せてもらったの。そしたら、サンタさんからメールが届いてたの。私宛てに。それを見せてもらって、ねえ、ちゃん、ねサンタさんからメールが届いたよって言われて、パパやばーと思って。それでメールを見てたの。そしたら、ちゃん、こんにちは、サンタクロースです。やばい、どうもこんにちは、みたいな感じで。パパとは知り合いなんだけど、ちょっとサンタは今ちょっと忙しいから、パパと一緒にポケモンセンターに行って、EV のぬいぐるみを買ってきてくれないかな？パパが代わりに、パパと一緒に行ってくれないかな？ってメールが来てたの。私サンタから欲しいんだけどって思ってたの。あれって。業務委託なんで業務委託をうちの父親にやるのかっていう。あなたがやりなさいよって思ってたの。何それって思ってて。だからポケモンセンター行こうねって言われたんだけど、いや、行って買ってもらうのは確かに嬉しいけど、私はクリスマスのワクワクと相まってのプレゼントが嬉しいから、朝起きたで、クリスマスツリーのとこ行ったら、置いてある嬉しいっていうのが嬉しいから、確かにね、今すぐ入手できるっていうのはすごく嬉しいですけど、個人的にはね、パパよりはね、サンタさんの方が欲しいなって思って、
で、なんか、その業務委託を感じて、EV はいいかなって言ったの。で、それで、私、やっぱ、ポケモンの Wii の、これ、ポケモンの Wii が欲しいなって言ったの。そしたら、わかった、じゃあポケモンの Wii なんだねってなって、で、その、小3のクリスマス当日、朝起きて、クリスマスツリーのところに行ったら、本当にポケモンのソフトが届いてたの。それは通ったの。それは業務委託なしで、それは通ったの。だから、私的には、小4の私は、じゃあパパはサンタさんと繋がってるし、で、ゲームなら委託なしで、サンタが直接届けてくれるから、じゃあ私は、もうとりあえずパパに行ってみようとって、パパ飛び盛り私欲しいんだよね、今一番巷で活かしてる飛び盛りが欲しいって言ったら。そしたらパパも、なんか、パパも、そうだな、サンタは今すごくね、今忙しいと思うんだよね、って、言われて、だからね、ママが言ったように、違うものをねだってみたらどうか。なんでパパとママはさ、そうやって、なんか、私の欲しいものを言ってんのに、なんでパパとママが決めるのってなって。どうなってんすかって。で、パパ、でもね、本当にマジでそんなさ、なんか、こっちはさ、欲しいっていう願望をさ、一体サンタに通してほしいの。あんたたちに一体拒否されたくないの。私的には。一回何でもいいから、一回サンタに通してほしいの。あなたたちマネージメントの意向はわかりますよ。確かにマネージャーとしての意向はすごくわかるんです。確かにサンタとしての、ね、サンタに直接私が、いわゆるこう、企業としてオファーをするっていうのはすごく無礼なことかというのを分かっているとは思うんですけど、確かにマネジメントも、サンタさんご本人はそれが職業なわけですから、それに私の願望をね、有意義に思って、じゃあぜひってお話を受けてくださるかもしれないのに、本当ダメ元で一回聞いてほしいんですよ、サンタさん自身に。どうしてマネジメントのあなたたちが、そうやって私の意見を、だから、マネジメントのあなたたちがサンタさんのことを決めつけているんじゃないですか？マネージャーがクリエイターになっていませんかって話になってきたの。マネージャーがクリエイターになっていませんか？どうですか？マネージャーさんクリエイターになってませんか？あなたたちはっていう。どうですかって。それは行き過ぎていませんか？それは本当に彼のことを思っているんですか？彼よりもクリエイトすることが楽しくなっているんじゃないですか？マネージメントという仕事を置いておいて、あなたたちの選択肢というのが通ることによって自我が発達していくことに希望を持っているのではないのでしょうかっていうふうに思ったぐらい思ってはないんだけど、当時。肥大すると。例えね。とにかく一回通して。とにかく一回サンタに通してって。パパ、メールしてよって言ったの、サンタに。それで、まあじゃあ一回ね、聞いてみるね、みたいな感じになって、じゃあ、飛び盛りが通るってことでって思って、なんか楽しみにしてたの。で、ちなみになんだけど、その当時、飛び出せ動物の森のカセットは、クリスマスシーズンで、ちょっと、在庫切れがめちゃくちゃ続いてたの。って感じなんだけど、そんなことは私は知らないから、飛び盛りガチで欲しい。飛び盛りが欲しいんだってずっと訴えてたの。サンタに通せ！私は欲しいんだと。子供の夢を叶えてくれとずっと訴えてたの。で、じゃあ一旦願望が通るのかなと思って、次の日も、なんか、気持ちは変わらなかったんだけど、やっぱやったらと、マネージメントのお二方が、こう、すみませんが、どうしてもちょっと別の案を提示していただけませんかって言って、本当に全くもう、本当に企画見せた？本人に企画見せましたか？本人に企画を見せましたかって。本人がノーって本当に言ってるんですか？あなたたちが分かった気になって、私の要望を通して、本当は私のことが嫌いなんじゃないですか？本当は彼に私を近づけたくないという、そういう意向ではないのでしょうかっていう風に思ったわけよ。出した企画書を見せてよって思っていたの、私は。それでもなかなか、ダメと言われる日があったの。もうそれでも欲しいの、私は。
欲しいよって言って、で、だんだんなんか、実際にゲームショップに自分で行ったりもして、だから、カセットがないって言うの。親が言うには。カセットが、生産が追いついてない。サンタさんたちの工場で、サンタさんたち飛び出せ動物の森の生産が、追いついてないって言うらしいの。そうか、なら仕方ないなって風になってきて、だから実際にゲオとか行った時にも、で、その時に在庫があったら、ほらありますよ在庫がって言おうとしたけど、実際に行ったら、なかったの。そうですよねってなってきて。やばい、アプローチの仕方変えないとって思って、やばい、ちょっと、プラン B 考えないとって思ってたんだけど、品薄状態で、サンタの工場でも難しいって。なるほどね。サンタの工場って何って思ったんだけど、じゃあ、任天堂っていうの何なんだろうって思ってたんだけど、まあ、任天堂もサンタクロスみたいなもんですから、まあいいんですけど、任天堂さんもね。だから、って。そしたら、ふと、CM を見たときに、思い出したの。ダウンロード版なら遊べんのかなって思ったの。そう、3DS には、スイッチ、今のスイッチもだけど、いわゆるカセットとダウンロード版っていうのがあったの。そう、ダウンロード版は、カセットがいらない、いわゆるダウンロードして、本体にそのままインターネットを輸入して、ソフトをダウンロード、直接本体にダウンロードできるっていうのがダウンロード版だから、ダウンロードは在庫関係ないから、だったら、これだったらいけるんじゃないかなっていうことに気づいて、母親に、ママダウンロード版ならさ、これだったらいけるかもしれないんだけど、なんかこれ、やっぱ私飛び物欲しいなって言ったの。そう。サンタさんにそうやって言ってよって言ったの。ダウンロード版が欲しいなって言ったの。それで、お母さんはダウンロード版のこと知らないから、ダウンロード版ダウンロード版はカセットがいらないってことね。うん、そう、だってダウンロードだからねって言ったら、だったらサンタさんたちも、ねえ、アドちゃんが要望してる飛び盛りが渡せると思う。うん、ね、それでねって言って、それで、マネジメントみたいな。マネジメントみたいな。それはどうなのじゃあみたいな。なんでそれは OK なんだよって思って。早っみたいな。なんでカセットはダメでこっちはいいんだよみたいな感じになって。同じショップなのになんでサンタはそれ違うんだよってなって。まあ、とにもかくにも、やったー念願の飛び盛りが遊べるイエーイ待って、でもダウンロード版だからさ、でも私の 3DS にダウンロードするってことはさ、あれクリスマスツリーの下に置かれることはないんじゃね？でもサンタはいいって言ってたけど、あれじゃあどうやって私ダウンロードして、私どうやって、じゃあクリスマス、気づいてしまったんです、私は。サンタクロースどうすんねんってことに気づいて、ダウンロード版だったら、いわゆる本体じゃないから、どうやったらいいんだろうって思って、しばらく悩んでいたんです。どうしたらいいんだろうねって思って、とりあえずインターネットが必要なのかなって思って、まあ、インターネット経由して、なんかサンタがその場でダウンロードしてくれるのかなって思ってたな、私の 3DS に直接。そう、ちょっとヤッホーサンタだよ、ちょっと貸してって言って、ダウンロードしてくれんのかなって思ったの。そう、フォー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 って言って、フォー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 今からダウンロードするよって言って、フォー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 。暑いな、それみたいな。そういう感じなのかなって思ったんだけど、まあなかなか来る気配がなく、で、しかもうちにはダウンロードできるような、よりWi-Fi の環境がないってことに気づいたの。そう、今はさ、もう Wi-Fi なんて当たり前だけど、当時はさ、まあ、発展していたとしても、いわゆるWi-Fi がメジャーじゃなかったわけよ。なかなかね。そう。だから、Wi-Fi を置くってことが当たり前じゃなかったから、どうしたらいいんだろう。今から Wi-Fi、Wi-Fi がないんだけど、
契約してくれるとかって、で、頼んだら、Wi-Fi? ねみたいな。ああ、絶対知らないって思って。ああ、全然分かってないみたいな感じになって。今から契約するのもね、なんか、ママよくわかんないし、やばい、ママがわかんないってことはパパもよくわかんない。やばい、今もう20日に突入してるよやばいぞみたいな。うわ、どうしようみたいな。どうしようでもこれで Wi-Fi が欲しいって言ったらクリスマスプレゼント Wi-Fi になるかもって思って。それはまずいと思って。やばい、それもおかしいって思って。どうしようって。めっちゃもう混乱してたの。また後でさ、ダウンロードでクリスマスプレゼントとしてサンタがやってくるかもわかんないのに、Wi-Fi がない環境でどうやったらいいんだ。でもカセットは品薄だから、手に入ることはできないし、でもダウンロード版は Wi-Fi がないから、私が諦めるしかないのって、めっちゃ困ってたの。で、私は、めっちゃ、どうしようって試行錯誤して、って気づいたの。思い出した。ママ、私、くら寿司行きたいって言い出したの。なんでって。くら寿司はね、無料で Wi-Fi が使えるんだよって言って。天才だって。私これに気づいたときに、天才だって思ったの。そう、当時はなんかフリー Wi-Fi スポットみたいなのがあったの。いわゆるこうなんかマクドナルドで、いわゆるこう、例えばね、マックとかで、DS を持ってって Wi-Fi つなぐと、そこでしか手に入らないピカチュウが手に入るとか、なんかそういう Wi-Fi キャンペーンみたいなのがあったの。で、それはくら寿司さんもやってたの、確かその時。思い出したぞって言って、本来の目的とは違うが、Wi-Fi を使えばいいんじゃないって。てか、なんでこんなに私が考えないといけないのって思って、私クリスマスプレゼントのためになんでこんな考えないといけないのって思って、めっちゃって思ったんだけど、とにもかくにも動物の森のために、私はクリスマスの晩ご飯くら寿司で、私はここで飛び森をダウンロードしたいから行こうよって言って、それでママが、分かった、じゃあそうしようね、今日行こうねってなって、で、クラスについて DS を、緑色の DS を持ってきて、で、パカって開いて、で、なんか Wi-Fi、もう小学生ながら Wi-Fi ピコってつなぐ方法を覚えて知って、Wi-Fi つながったって言って、で、任天堂 eShop っていうソフトをダウンロードするところに行って、よし、飛び出せ動物の森って言って、それで、ダウンロードしたの。ダウンロードして、でも今現代じゃないし、DS だからめっちゃダウンロードに時間かかったの。で、もう大体、なんだろうね、1時間10分ぐらいめっちゃかかって、その間にお寿司をもぐもぐ食べて、ダウンロード待ってたの。わー、飛び出せ動物の森楽しみだなって思ったの。で、待ってよく考えたらさ、ダウンロードこれしたら、これクリスマスプレゼントじゃなくね？私が望んでるって。でもこれ、サンタさん通してのプレゼントだよねって。じゃあこれどうなんだろう？これ、あれなのかな？なんかくら寿司にサンタがいて、で、ダウンロードし終わった時に、ダウンロードおめでとうみたいな感じで、はいどうぞみたいな感じでサンタがやってくんのかなみたいな風に思ったの。サンタが、外に出たらサンタがいて、フォーメリークリスマスみたいな感じで、私に話しかけてくれる。少なくともサンタの演出があるのかな？プレゼントだよっていうことを示してくれるために、そういう感じなのかなって思ってたの。で、お腹いっぱいになって、DS を見たら全部ダウンロードされてて、DS で遊べる、やったーってなって喜んだけど、サンタは来なかったの。その日。イブとかだから仕方ないんだけど、イブとかだから、まだって思って、でも、本命手に入っちゃったしな。まあ、いっかと思って、とりあえずもう遊ぶことにしたの。もうその後、面白いなって言って、脳汁がプシャーって溢れ出した。今まで溜め込んでいた脳汁をぶちまけて、ビッタビタにぶちまけて、で、もうクリスマスイブ23とか24とかはもうそれで楽しんでたの。で、楽しいな、飛び盛り。でも、クリスマスツリー飾ってあるけど、今年は、プレゼント、
置いてないのかなって思って、ちょっと割としょんぼりしてたの。やっぱでも、なんか、このままなのかな。飛び盛りは楽しいけど、やっぱ、パッケージ版じゃないし、かといって他の第二候補のプレゼントも出してないから、置いてないのかなって思って、ちょっとしょんぼりして、で、なんか、こう、しょんぼりしながら、クリスマス当日を迎えることになったの。で、クリスマス当日、一応クリスマスツリー見るかと思って足元のを見たら、なんとプレゼントが置いてあったの。知らない。あんなに寂しがってたのに、いざ対面すると怖い。知らないってなって。なんだこれはと思って、手を伸ばして、これカセットだったらどうしようと思って、やばい。カセット、もしかしてカセットだったらどうしよう。やばい、サンタにちゃんと言っときなみたいな。サンタがやばい、サンタにちゃんと伝えてなかった場合、やばい、もううちの親がちゃんとマネジメントしてないから、カセットダブルブッキングになっちゃうかもしれないと思って、まずいぞって思って、やばい、カセットが届いてたパターン、その可能性もあると思ってめっちゃ冷や汗かきながら、やばいって、覚悟しなきゃと思って、開けて、リボンほどいて、って開けたの。そしたら、フェルトで作る動物キットみたいなのが入ってたの。何ですかこれはって。何ですかそれは何ですかってなったの。これは何ですかって。私これ、一回も、私で合ってるこのプレゼントってなってる。これ違う子のプレゼントじゃなくて、なんか、隣の町の子じゃなくてみたいな。マンションの3部屋先の子とかのじゃなくてみたいな。これ私のとこで合ってますかみたいになって。と思って見てたんだけど、もう私のだよなって思ってたの。で、何かっていうと、いわゆる、フェルトで、こう、針とか糸とかを使わず、フェルトの束を取って、なんか一定の束を取って、針でブスブス刺して、プスプス、フェルトを刺していくと、フェルトじゃないね。なんだっけフェルトじゃない。なんだっけ綿みたいな。綿だ。ごめんなさい。綿みたいなのでプスプス刺してって、いわゆるこう、麺みたいなのが固まるから、で、プスプス刺してって、いわゆるこう、動物を作るみたいなのが、フェルトと針と、なんか、その動物のレシピみたいなのが、入ってるそういうキットをもらったの。これは何ですかと思いながらも、まあ、もらったしやってみるかと思って、やってみることにしたの。プスって刺して、本当にこんなんで作れんのかねと思って、プスって。で、ちなみにパパとママは、私はクリスマスプレゼントおめでとうみたいな。それサンタさんから届いたんだねみたいな。すごいなんか、そう、羊毛で作る、なんかそういうキットが届いたんだね。かわいいねみたいな。なんで普通にしてんの？なんでパパとママ普通なのって思いながら、なんでみたいな。私が欲しいって言ったかなみたいな。確かにね、嫌いとも言ってないけど、これ、確かに可愛いけど、みたいな。で、それでまあ、そんな両親の反応を思いながら、プス刺して、一応作ってみることにしたの。とりあえず丸っこい猫みたいなのまず作るようにしたら、プスって刺して、で、羊毛でちょっと足して、耳みたいに作って、尻尾みたいに作ってって。で、目の色の羊毛を、今度はまたプス刺してって、できたみたいな感じで、一匹作り終えたの。なるほどなって思って。で、2匹目も作るかって言って、今度はペンギン作ってみようかなって言って、プス刺して、よし、羊毛できたって言って、置いてって。で、何匹か遊んでみたの。まあ、面白いっちゃ面白いわ、確かに。こんなレシピ通り可愛くはできないけど、まあ面白いっちゃ面白いかなって思って。で、まあ学校に行くじゃない、それで。
学校に行った時に、あるちゃんクリスマスプレゼント何もらったのって言われて、私は、どれを言えばいいんだってなって、どれを言うのが正しいんだろうってなって、なんか、羊毛の、なんかそういう、羊毛で作る、なんか動物キットみたいなのをもらったんだよ。なんか、結構、まあ、欲しかったから、嬉しかったかなって言って嘘をついたの。動物の森とは言わなかった。だってそれはサンタからもらってないから。聞いてください。デコニーナと笹倉優慶でスノーソングショー。